あれ、サリー途中で一列ずれてない？いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回はこちらのセリアさんの刺し子用ミニ花付近伝統柄3の星闇という図案を刺していきたいと思います。で、こちらのセリアさんのミニ花付近はサリンジャーのアッポンさんから以前プレゼントでいただいたものです。アッポンさん、本当にありがとうございます。それでは久々の刺し子ですが、早速作っていきたいと思います。頑張っていきまーしょい。はい、じゃあ今回使うものなんですけど、まずこの刺し子用のセリアさんのミニ花付近をもう花付近の状態にしてやるんですけど、サリーね、今回ちょっといつもと違うやり方をしてみようと思ったら、ここの部分でミスってしまったので、皆さんはちょっと失敗がないように花付近の作り方の動画を概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。はいもうサリーは後戻りができないので、このままいきたいと思います。で、今回使う糸はこのホビーラホビーレさんのぼかしネイビーっていう色の糸と、あとこれもセリアさんの刺し子糸の段染めの紫のグラデーションになっているものを使いたいと思います。で、今回ここのね、額縁のところをこっちのぼかしネイビーでちょっと額縁もアレンジしてやっていこうと思うのと、この中の柄の部分はこっちのセリアさんの紫の糸でやろうと思ってます。でね、一応イメージしてるものがあって、トルコだったかな、トルコランプっていうモザイク柄みたいになってる、ちょっとステンドグラスにも似てるような照明があると思うんですけど、それをねちょっとイメージしてやっていきたいと思います。あとはこの刺し子糸を準備して始めていきたいと思います。じゃあまずは額縁からやっていこうかなと思うので、額縁をどうしようかな、長めに出すとやりづらいから1周ずつするか。だいたい1周ぐらいの長さにしてあげて、ちょっとね結構針ギリギリまで切っちゃったんだけど、ここの部分をチクチクと波縫いをしていきたいと思います。じゃあ刺していこうと思うんですけど、どこから始めてもいいかなと思うので、まずはかぶせ縫いをしていきます。針をこう刺した方がやりやすいかと思うので、まずはちょっとここら辺適当なところから針を入れてあげて、布と布の間を通って、ここの入れたところよりも少し先のところから針を出してきます。で、これくらいちょっと出すぐらい残しておいて、でこう進んでいきたいので、まずはその反対向きに3目ぐらい、反対向きに3目波縫いをしてあげます。3目刺せたら、今度は今ここの落としたところのすぐ隣から出してきてあげて、今刺した3目の上からまた波縫いをかぶせていきます。こんな風に最初刺したところが全部かぶせたら、あとはぐるーっと一周ひたすら波縫いをしていってあげます。はい、じゃあこんな感じでぐるーっと一周刺せたんですけど、なんかねサリーの途中で足りなくなっちゃって糸を新しいのに変えたので、このまま続き刺していこうと思います。で、途中で糸を変えるときは最初みたいに
こう刺していったのを逆向きにこうかぶせるように3目ぐらい刺してあげて、少し離れたところからまたこんな風に出してあげれば大丈夫です。そしたら続きをやっていくので、ここ最後刺したら次の目の真ん中あたりからこうやって糸を出してあげて、そしたら次は下から行こうかな。この糸を逆向きに持ってあげて、こっちの頭の方からこの縫い目の間に糸を通してあげます。こんな感じ。そしたら今下から上に刺したので、今度は逆向き、上から下、その次また下から上、こんな感じでくねくねっとなるようにまたぐるっと刺していきます。はい、じゃあこんな感じでぐねぐねっときて角まで来ました。で、角はこのままこう刺そうかなと思ってたんですけど、ちょっとなんかここがねくっついてるから、こうそのまま刺しちゃうとやりづらいかなと思うので、ここ下から上に出したら一旦よいしょ、針を落としてあげて、こう落としてあげて、またこの次の目のところからよいしょ、上から出してきてあげて、またよいしょ、上から下、下から上っていう形で進めていきたいと思います。で、サリーはねちょっとこれ針だけクロスステッチ針のここがね尖ってないやつに持ち替えたんですけど、さっきこう頭からこうやっていくようにお話ししたと思うんですけど、なんでこう頭からやるかっていうと、このね先っぽが尖ってる方の針でやってしまうと、ここをこうやって入れるときに間でここ糸を割ってしまうので、それをしないようにこういう先っぽの丸いクロスステッチ針を使うか、もしくはクロスステッチ針がなければこういう風に頭の方から途中で糸を割ることなく続けていけるので、そういった形でやっていくのがおすすめです。じゃあ残りも同じように角のところは一回やり直すような形で全部ぐるっと刺していきたいと思います。じゃん、こんな感じでぐるーっと刺し終わりました。今最後ここ上から下に刺してるんですけど、今回こういう柄なのでチェーンみたいな三つ編みみたいな感じにしていきたいので、これをそのまま逆方向に向かって、今上から下にやってきたのを下から上、下から上にやったら次上から下っていう感じで、進行方向をこう言ってたのを U ターンしながらまた刺していきたいと思います。こんな感じでちょっと鎖みたいな感じになるかな。こんな感じで全部刺していきたいと思います。で、角っこの方はやっぱりこう入れたら一回針を落としてあげて、で今度はこっちから今こう来てるので、こうなるようにこうやってひたすら刺していきます。じゃーん、じゃあこんな感じで額縁飾りができたので、いよいよ中身の部分に入っていきたいと思います。中は今回
つも2色とか3色とか使ってるけど、今回1色というかこれだけで刺していこうかなと思います。じゃあ適当に出してあげて、針に通してあげたら真ん中あたりから行こうと思うんですけど、だからここら辺かな。真ん中どこだこうだからここら辺か。ここら辺からやっていきたいと思います。で、今回こうなみなみっていうのをそのまま刺せばいいと思うんですけど、ここの重なってる部分に関してはこれね、よーく見るとこの上側の分がこっちの傾き的にこっち方向で、下の方がこっち方向の偏りに見えるので、ちょっとそれぞれここの重なってる部分はこう刺しながら2個刺しちゃうんじゃなくて、1つ飛ばして刺す、こっち側の時も1つ飛ばして刺すっていう感じでやっていきたいと思います。そしたらここが真ん中だからどうしようかな、その隣から始めようかなと思います。最初はかぶせ縫いをしたいのでここの部分に刺していきたいんですけど、これよりも少し遠いところから布と布の間を通してあげて、こっちに針を出してきます。ここから出してそのまま表に針を出すんじゃなくて、少し通ってここから出してくる。で、後ろは少し残してあげて、あとは3目並縫いをよいしょ、並縫いをしてあげて、こんな感じで刺せたら、またさっき刺したところのすぐ隣から出してきて、またかぶせてあげます。こんな感じで3目かぶせられたら、あとはひたすら並縫いをしていくだけなんですけど、よいしょ。すぐね、またここの重なってるところに来るので、こっちはこっち側の傾きなのがこの上の方なので、上の部分をこっちの上の部分を刺してあげたら、すぐ後ろに出さずに布と布の間を通って隣に刺します。こんな感じ。ここはバーって刺してきて、でここの部分は刺さずに布と布の間を刺してこっち側に出す。そしたらまた並縫いで、今度こっち側の傾きは下の方なので、ここの上の方は刺さずにスルーするんですけど、そのスルーする時に布と布の間を通ってこっち側は出さないようにして、次のところから出す。こんな感じでひたすら刺していきたいと思います。はい、じゃあここから始めてぐねぐねっと切って、あれ、サリ途中で一列ずれてないこう来てこう来なきゃいけないのをこう来てしまったなんてこった。今気づいた。まあいいか、なんとかなるか。そしたら次こっち側に進もうかな。こう行ってぐねぐねと行ってで、ちょっとやるはずだったところ、なんかずれちゃったところこう行ってでここまたずれればなんとかなるかな。後ろ大丈夫かな。あ、でも大丈夫そうだね。よし、じゃあちょっとこっち側で刺しつつ、あとここでずれた分の
れなんて言えばいいんだっけ。ケツを脱ぐ脱ぐいたいと思います。よし。なのでここまで刺したら、次そのままこっちに裏通して、で普通に裏からこっちに向かってまた刺してあげれば大丈夫です。よし。じゃあまた下の方まで刺していきたいと思います。はい、じゃあここまではミスったのもあって、全部ここからこういってやってたんですけど、今回ここからこっちに移動しなきゃいけないんですけど、その場合はここから裏に出さずに布と布の間を通ってあげて、でこっち裏には出さないで布と布の間を通って隣のところに移動させてきます。よし。じゃあまたひたすらになみなみと並縫いをしていきたいと思います。はい、そしたらあとここの端っこの部分だけになりました。そしたら、今まで通りここの3目分は今まで通り普通に刺してあげるんですけど、ここの端っこのところ、この端っこのところは針を入れたら裏まで通さずに布と布の間を通って、で次の目まで移動してきます。これを角っこのところは続けていきたいと思います。でこの角のところは結構ね硬くなってたりするので、一針ずつやった方が安全だと思います。よし。じゃあ最後までやっていきたいと思います。じゃん。全部刺し終わって水通しまでしてきました。なのであとはこの後ろにぴょこぴょこ出てる糸を引っ張りながら全部こんな風に切ってあげれば完成ですまだねくっついてるけど切ればおしまいです。はい。でね、こうやってできてみると、もうちょっとこの紫が濃い色のやつでも良かったのかなってちょっと反省をしておりますが、でもまあ可愛くさせたんではなかろうかと思っております。もしくはここのねネイビーのやつがちょっと薄いブルーにしてもバランス取れたのかなと思います。でも結構グラデーションっぽくなってるから失敗ではないと思う結構可愛くさせたと思っております。どうでしょう。結構ねトルコランプをイメージしたんだけど、なんかそれよりどっちかというと魚の鱗みたいだなとできてみたら見えてくるようになりました。でもこれはこれで可愛いよね。イメージしたものとはちょっと違ったけど、でも可愛く仕上がったんじゃないかなと思います。ここがね、ここだけがちょっと映ってないところではあるんですけど、ここだけ失敗しちゃったのがちょっと惜しかったなと思いますが、サリーのお家で刺し子を作るとパンちゃんがねちっちゃいミニタオルとかこういう角っこをねしゃぶしゃぶするのが大好きなので、多分パンちゃんに取られちゃうのでまあいいんじゃないかな。多分ここら辺結構固めに仕上がってるのでお気に召すんじゃないかなと思っております今回はなんか色も変えてないからか、一目刺し、もう本当に一般的な一目刺しというか、本当にこうくねくねと刺していくだけだったので、難
そんなに高くないかなと思います。なんかここら辺のね、最後だけ、こっちか。最後だけ、ここら辺、布と布の間で通したりとか、あとここもか。ここ渡す時にたまにあるぐらいで、そんなに布と布を刺すこともそんなになかったし、結構やりやすい図案なんじゃないかなと思います。はい。それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでの刺し子の動画はセリアさんとホピーラホビーレさんの刺し子をそれぞれ作ってるんですけど、どちらも同じ再生リストの中に入っていますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてサリーのチャンネルでは視聴者さんと一緒に手芸戦隊サリンジャーを結成しています。サリンジャーの皆さんと一緒におしゃべりをしたりアドバイスを受けたりしながらみんなで手芸を楽しんでおります。あなたもチャンネル登録をしてサリンジャーの一員になりませんか？サリンジャーのみんなはあなたの入隊を待ってまーす。そしてサリンジャーの皆さん、いつもいいね評価やコメントなどなど本当にありがとうございます。またサリーのチャンネルでは毎週水曜日お昼の11時半から12時半まで手芸の生放送をしています。お時間の合う方はぜひそちらも遊びに来てくれると嬉しいです。それではまた次回の刺し子の動画でお会いしましょう。間に合わなかったサリーでした。バイバーイ。また見てね。See you。パンさん、こちらをどうでしょう？お気に入りでしょうかどうパンちゃん、気に入る？こっちじゃなくてさ、これはどうですか？これはどうですか？遊んでほしいの。なんでそんなに落とすの？ね。ぽい。そこまでですか？ぽい。あ、そう。やっぱこっちがいいですか？これお気に入りだよね、パンちゃんね。あ、やっぱそっちがいいの。どうして落とすの？なんでなの？